こんにちは、チョンです。日本とアメリカで事業を展開している AI エンジニアです。AI カテゴリーで Microsoft MVP でも活動しています。Microsoft エージェントフレームワークの第2回シリーズを始めていきます。この回ではシンプルな AI エージェントを実際に作りながら基本的な構造を理解することを目的しています。このシリーズは Microsoft Run の公式ドキュメントをベースに進めています。合わせて確認していただくとより理解が深まると思います。また今回紹介するソースコードはすべて GitHub に公開しています。ぜひダウンロードしてご自身の環境で試してみてください。まずは最初のサンプルファイルです。ここでは Microsoft Agent Framework を使って GPT-4 Omni モデルを利用した Azure OpenAI のチャットクライアントのエージェントを作成します。認証には Azure CLI を使用しています。モデルのエンドポイントとモデル名は Azure OpenAI エンドポイントおよび Azure OpenAI チャットディプロイメントネームを環境変数として設定します。エージェントを作成する際は、エージェントの名前と CG 文を指定します。エージェントを作成した後は、Run メソッドを実行して、ユーザー入力に対する応答を取得します。ユーザー入力は、日本語で面白いジョークを教えてくださいです。指示通り、面白いジョークが返ってくるはずです。返ってきた応答オブジェクトのテキストプロパティを参照することで、テキスト結果を取得できます。次のサンプルファイルです。ここでは最初のサンプルを少し発展させて、エージェント出力方式をストリーム方式に変更しています。ストリーム方式では、応答が少しずつ部分的に返ってくるため、よりリアルタイムな体験ができます。コード上では、ストリームの動きを分かりやすくするために、ボリュームあるテキストを生成する指示をユーザー入力として与えています。次のサンプルファイルです。ここではユーザー入力をチャットメッセージオブジェクトに変更しています。チャットメッセージオブジェクトを使うことで、テキストだけじゃなく、画像とテキストを組み合わせた入力など、より複雑な会話形式を扱えるようになります。次のサンプルファイルでは、エージェントで画像を扱う方法を説明します。エージェントは名前と画像関する CG 文を指定して作成します。ユーザー入力はチャットメッセージオブジェクトを使い、画像の URL を含めた形でテキストと画像を一緒に渡します。エージェントはテキストと画像を両方を解析して適切な応答を返します。最後のサンプルファイルです。ここでは先ほどのサンプルをさらに発展させて、画像 URL の代わりにデータコンテントを使用します。データコンテンツを使うことで、ローカルファイルのシステムにある画像を読み込み、そのままエージェントに渡すことができます。エージェントはテキストとローカルの画像を解析して応答を返します。それでは実装例を確認してみましょう。弊社のサービスである VDX チャット C では、ユーザーが会話を開始するタイミングで、Microsoft Agent Framework の Azure OpenAI チャットクライアント方式を使ってエージェントを作成しています。このエージェントがユーザーの入力を処理し、その結果を応答として返します。以上で Microsoft Agent Framework のシンプルな AI エージェントを作成シリーズを終了します。ぜひチャンネルを登録して直演もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。